さて、今回のディープダイブへようこそ。今日のテーマはですね、人を引きつける面白い話、その核心に迫る、なかなか読み応えのあるガイドが手元にあります。そうですね。ここで言う面白いっていうのは、単に笑えるとか、そういうことだけじゃなくて、興味深いとか、心をつかむみたいな、もっと広い意味合いですよね。うん。いろんな場面で、役立ちそうです。ですよね。この注意が奪い合いになるような時代だと、相手を引きつける力って本当重要ですよね。全くです。なので、このガイドからあなた、つまりリスナーさんがすぐに使えるエッセンス、これを抽出していきましょう。はい。では早速、このガイドを読んで、まず、なるほどなって思ったのがですね、面白い話にもいくつか種類があって、ほう。相手との距離感ですかね、それで使い分けるっていう視点なんです。距離感ですか。ええ。例えば、初対面だったら、天気とか食べ物とか、いわゆる安全な話題。無難なところからと。そうそう。で、関係がちょっと深まってきたら、趣味とか、仕事の話とか、共通体験。わかります。さらにもっと心を開く段階になったら、個人的な弱さというか、失敗談とかね、そういうのを見せる。なるほど。それはコミュニケーションでの自己開示みたいな話とも重なりますね。確かにそうですね。それで、その会話をじゃあ具体的にどうやって活性化させるかっていうところで、ガイドが提案してる、どっち派みたいなフレームワーク、これは実に興味深いなと。どっち派ですか？はい。例えば、犬派か猫派かとか。定番のやつですね。そうです、そうです。これって特別な知識もいらないし、誰でも気軽に参加できますよね。確かに。しかもその人の価値観みたいなものがちょっと垣間見えるきっかけにもなると。簡単な二択がそんな効果も。シンプルな構造が鍵っていうことですかね。そういうことだと思います。短い話の例も、なんかクスッと笑えるのがありました。どんなのですか？ドアにプッシュって書くべきところが、間違ってプスってなってて。プス？そう。で、それを見た人がついプスってなんか言いながら押してみたっていう実は。それはなんか想像しちゃいますね。面白い。で、そのプスの話なんですけど、まさに日本のコメディなんかでよく言われる振りとオチの構造をよく示してると思うんです。振りとオチ。プスっていうちょっとおかしな状況が振りですよね。で、押してみたら特に何も起こらなかったっていう、ある種の期待外れがオチになる。なるほど。肩すがしみたいな。そうです。期待させてそれを裏切る。これが笑いを生む。これって笑いだけじゃなくて物語を作る上での結構基本的な要素ですよね。その振りとオチの構造って短い笑い話だけじゃなくてもっと意外な分野にも応用できそうですよね。例えばへーって思わせるような雑学とか。雑学。ガイドにも柿は性転換するとか。あと人間の大腿骨はコンクリートより硬いとか。なんか思わず誰かに話したくなるようなネタがいろいろ載ってました。雑学って引き出しにあると強いですよね。ただ、それを指導するときに、ちょっと注意したい点があって。注意点ですか？はい。情報の、正確性、それとどう伝えるかっていう文脈ですね。ガイドにも例がありましたけど、白熊は皆左利きっていう話。それ聞いたことあります。ですよね。これ結構広く信じられてるんですけど、実は科学的な根拠はなくて。そうなんですか。もともとはイヌイットの伝説らしいんですよ。知らなかった。危ない間違った知識を広めるところでした。伝説だったんですね。そうなんです。ですから、白熊って左利きなんだよって断定するんじゃなくて、例えば、イヌイットにはね、白熊は左利きだっていうなんか面白い伝説があってね、みたいに背景情報と一緒に語る。なるほど。そうすると話に深みも出るし、語ってる自分自身の信頼性も保たれると。伝え方一つで全然受け取られ方が変わってきますね。単なる事実の提示じゃなくて、その情報が持ってる、物語性というか、そういうのを伝える視点が大事なんだと思います。現代的な話で言うと、猫ミームの話も興味深かったです。猫ミーム。猫の動画を使って日常のあるあるみたいなのを表現するフォーマット。まさに、あれは個人の体験をユーモラスに、しかも共感を呼びやすい形で共有する一種の装置として機能してますよね。うん。ここで重要なのは、
完成されたコンテンツを提供するだけじゃなくて、誰もが参加してアレンジできるフォーマットそのものに価値が見出されているっていう点だと思うんです。ああ、なるほど。受け取るだけじゃなくて参加できる。物語が受け取るものから参加するものへと変わってきてるとも言えるかもしれませんね。さて今回のディープダイブ、いろいろな角度から面白い話を探ってきましたけど、要するにこれって、なんていうか天性の才能っていうだけじゃなくて、話題選びの戦略とか物語の型、振りとオチですね。それから知識の正確な扱い方。はい。そして現代的なフォーマットへの理解みたいな。そういう学び、磨くことができるスキルセットだっていうことですかね。まさにおっしゃる通りだと思います。これらの要素を意識的に組み合わせることで、あなたの語りっていうのはもっと豊かになるはずです。日常の出来事なんかもこれらのレンズを通してみると、案外面白いネタの宝庫に見えてくるかもしれませんよ。なるほどな。では最後に、あなたリスナーさんへの問いかけです。もし今日誰かに何か面白い話をするとしたら、この中のどのテクニックを使ってどんな話を試してみたいですか？いい問いですね。身の回りのちょっとした出来事を振りとオチで捉え直してみるとか。それだけでもなんか新しい発見があるかもしれませんよ。